こんにちは、盆栽タイムです。西川さん、こんにちは。はい、こんにちは。よろしくお願いいたします。今、動画で、映っているのが、2022年、8月の、に、西川さん、これ、字から上げたってことでいいのかな。そうですね、8月じゃなくて、実際上げたのは、その年の5月なんです。あ、5月に上げた。はい、で、写真撮って、そこに出てるのが8月なんですね。5月の、確かね、連休明けには上げたと思います。そうですね。で、その後に、動画配信が、2023年の1月の配信で、西川さんにお手入れをしていただきました。今年2024年、7月になりますが、このような姿になりました。ここまで至っておりますが、西川さん、ちょっとその辺の経緯などちょっとご説明していただければと思うんですが、はい、お願いいたします。すごい素晴らしくなりました。はい。実はですね、針金かけてからというものは、特別何かをしたわけではございません。ただ、新芽が伸びてくると目摘みをしたり、またはこういう下へ向いて出てくる葉っぱがあるんですね。そういうものをきれいに取ると、裾っぱつってこの下がきれいに見えると、枝がきれいに見えるんですね。下へ向いてる葉っぱが出てると汚く見えます。そういうことを作業としてやりながら、やってたわけですよね。で、針金はもう1年後にはもう取ってしまいました。だから今ほとんどこれ針金かかってません。で、補助的に多少こう枝の上げ下げが必要な部分だけをかけて今いるわけなんですよね。それ以外はもう一切針金というものはもうこれからもかけないでこの姿でいるんだろうなとは思います。それとやはり盆栽ですからね、この枝の動きっていうのは見せたいんですよね。やはりはぐみも必要なんですけど、はぐみオンリーじゃなくて、やはり姿全体の中に枝ごみ、枝の動き、そういうものを見せることによって盆栽らしさを強調してみたいなということで管理してきた結果だと思いますね。で、葉章がすごく良くて、この葉章は商品にもどうも使ってる葉章なんですよね。非常に葉章がいいですよね、細かくてね。で、肥料を多くやってもこの葉は変わるわけではございません。少なくしたからこういう葉になってるわけでもございません。だから非常にもともとの葉のいい状態のものだったんだろうなとは思いますね。で、すごくこの枝の動きがすごく柔らかいですよね。こう枝が上下したりとかいろんなところを見せててくれて、木の奥深さも見せてくれますしね、非常に味わい深い木だと思います。で、今回ですね、前回撮影した時にはシャリはその時にちょっといじって入れたんですが、今回、いろんなところをシャリがちょっと足りなかったもんですからね、入れて、変化を出してきたわけなんですよね。だから前回の写真と見ていただくと随分シャリが違ってるんじゃないかなというふうに見えると思いますがね、やはり時が来たものでようやくそのシャリを入れるという作業が可能になったわけですよね。で、これからもね、もっと場所によってはもっと水水を切ったりして、変化を出すためにやっていく作業があるのかなとは思いますけれども、今のところはこれでほぼ仕上がった状態で楽しんでいけるんじゃないかなというところで、皆さんにお見せできればなということで今日は撮影させていただきました。非常に落ち着きのある木に変わってきましたね。西川さん、この後ですと私なんか見てると逆に西川さんのお手入れの中で、マイナスにしていくんだよと、木というのはマイナスですよと、この木でいうと、もう見た感じもマイナスにしていかなきゃいけないんじゃないかっていう私なりはそう思ってるんですけども、要するに透かしたりしていくことも大事でしょうけども、その辺はどうなんですかね。まだね、引き算する状態ではないだけど、まだ早いですね。まだ早いですね。今回このシャリを作るときに少しも抜いてはあるんですよ。でもね、今の状態っていうのはこの心拍最高に姿をいい状態で見せてくれてますから、これ以上枝を抜くとか葉をすぐることによってバランスが失われてしまいますんで、この状態が今一番いいんじゃないかなというような感じはしてますけれどもね。早い、せっかちなもんですから、今のそのマイナスにしていくということになると、大体この状況で
もう2、3年するともうそのような状態っていうか、まあ、木の勢いも変わりますけども、はい、それになるとまたハサミを入れたりしていく、ハスカシをするような形になる予定ですかね。3年ぐらい経つともう何ていうんですかね、葉っぱがいっぱいになってきて、手入れをするような角度ですかね。そうですね、この作りをしてますとね、はい、葉組ができても枝は隠れて見えなくなるようなことはないんですよ。あ、そういうもんなんです、そうなんです。ただ場所によってはね、多少そういうところが出るかもしれないですけれども、だからまあ葉すかしっつってもそんな極端にすかすっていうこともないとは思います。だからそれはもうバランスを見ながら、ところどころここはちょっと枝が葉が多いなと思えば抜く程度の作業をこれから繰り返していけば、おそらくね、そんな極端に葉組ができちゃって見れないっていうふうになるのかというと、そんなことはないと思いますね。やはり盆栽は枝作りって昔から言われてるんですがね、はい、やっぱりそれはこうやって見ていただけると非常に現れてるんじゃないかなと思ってもらえるんですがね。やっぱり一番その、挿し枝の部分、はい、非常にその動きが面白いんですけども、はい、やっぱりこれこの木の特徴ですかね。そうですね、その挿し枝がこの木の面白みを、ね、見せてるんじゃないですかね。でやはり挿し枝を見ていただくと分かるんですが、上下に動いてますよね、平らじゃなくて。前後、横にも動いてますけれども、上下にも動いてる。やはりここ枝がこの木の面白み、この枝の面白みを見せてくれてるようなふうに思いますがね。陣なんかを見てますと、はい、当初なんかちょっと言い方がおかしいんですけど、わけわかんなくてボサボサだったのが、はい、西川さんにかかるとですね、その陣のその強弱っていうんですか、はい、長く残すところと短く残すところと非常にバランスが良くなるんですね。はい、見えないんだけどもそれができるというのはやっぱり経験ですか、これは。そうですね、やっぱりそのバランスなんですね、すべてね。だから長ければいいわけでもない、短ければいいわけでもない、はい、この位置の陣はどのぐらいの長さにしておけばバランスが取れるのかなという、そこの判断が必要なんだなと思いますね。それが狂ってしまうと、やはりちょっとアンバランスなものになってしまうと思うんですね。で、陣もそうなんですが、長く残したものは切れますけれども、短く切ってしまったら今度は伸ばすことできません。だからそこは気をつけてやっていかないとバランスが悪くなってしまいますよね。だからやはりこの陣のね、長さというものはその全体の木のバランスということだけを見てるんじゃなくて、やはり枝の陣になってる太さ、またそれが細い陣なのか太い陣なのか、これによっても長さが変わってくるんですよね。これはもう自然の摂理の中でもそういうものがおそらく出てきてるんだろうなと思いますね。だからそういうこともやはり少し考えながら陣を作ってきてるというところに今この結果が現れてるんじゃないかなと思います。やっぱこの後ですと、これから夏に向かって秋になってという、いつもこう管理上、西川さん、はい、毎日のように見てらっしゃると思うんですけども、はい、何かそのたまにこう気にしなきゃいけないところというの、なんか手入れ上とか管理上っていうのはなんかこの後ありましたら、アドバイスいただけたら。そうですね、やはり水が好きですからね。水が好きなんですね。水、水分を非常に好みますから、乾きにも強いことも事実です。だけどやはり木を作るときには肥料と水をね、私はやっぱり心拍の場合は多めに与えてますから、葉水も多めに、または根元にも多め、それと肥料も多めにということで作ってますよね。で暑さにも十分耐えますしね、非常に作りやすい木ですから、その辺はこれといって特別何かやってるのかって言われるとそういうことはないですね。ただ水切れとその肥料のやり方が私は多いんじゃないかなと、人よりも多いんじゃないかなというような気は自分でしてます。その都度その都度その、枝の高低差とか左右のバランスをまたここで西川さんが見た中で変えていくなりなんなりっていう作業はこれからも続けていかれる。そうですね。やはりね、この枝の今日
消してしまうとこの木の面白みなくなってしまいますからね、やはりそこは消さないように枝を大事に、調整していくと、いうことじゃないかなと思いますよね。だからこの差し枝なんか非常に面白い動きしてますよね。そうですね、やはりそれを一塊の棚にしてしまったら、動きもなければ、ただ差し枝が重くなってバランス的には悪くなると思いますね。やはり枝の動きを出していくことによって軽快さが出たり動きを楽しめるいろんなものが見えてくるんじゃないかなというような気がしますよね。極端な話しますけれども、差し枝の部分で多少の段差をつけていくってことの理解でよろしいんですか？そうですね、それによって動きを見せているということですよね。もしこれ段差をなくしてしまったら、差し枝がすごく重く感じます、そうするともう見た目でもバランスが悪いなっていうふうに私なんか見てしまいますけれどもね、だからこういうふうにちょっと動きを出して、枝の配置をしているわけですよね。それに伴ってこの葉性がいいですから、この棚が上と下の葉組の関係で棚が埋まってしまうってことはおそらくないんじゃないかなと思いますね。そうなんですか。よほど手を入れないで立ち枝にしたままほっとけば別ですけれども、通常の目摘みまたは下へ向いてきた葉を取っていれば、おそらくこの姿がずっと維持管理できるんじゃないですかね。だから非常にこの木はもうこれから何かするって言われてもほとんどないんじゃないですか。だからどなたが持っても管理のしやすいものだと思いますがね。この立ち上がりからのねじれなんかすごく面白いですよね、ここの動きがね。これがまっすぐ立ち上がったら面白くもなんともないんですよね。やはりこのねじれてるっていうところに面白いものがありますよね。でもね、最初作る前なんか足元も見えない何も見えない、もうここでどうしましょうみたいな木でしたよね。しかし最初はね、引き算引き算つって相当引きましたからね。あれ以来あんまり引くとこないですから、これからも引くとこあるんですかって言われても、あんまりないですねっていうのが答えでしょうね。でも本当見違えちゃいましたよね。そうですね、変わるもんですね。これが盆栽を作る楽しみってことじゃないですかね。持ち込むところがあるんですよということですよね。それには手を入れながらということは必要ですけれどもね。今度西川さん、これで、だんだん芽が慣れてくると、樹角があると、また今度鉢のなんかこう入れ替えをしたくなるんですけど。そうですね。鉢がね、ちょっとね、今のところまだこの鉢入ってるんですが、早ければ今年、来年にはもう間違いなく鉢を何かね探して入れてみたいなという思いはあります。今の鉢移りが悪いわけじゃないんですがね、やはりもうちょっとね品のいい鉢入れてみたいなという思いはありますよね。そうするとガラリと木の雰囲気が変わりますから、鉢変えただけで本当変わりますもんね。本当に変わると思います。やはり盆栽は鑑賞する上で鉢の移りによってもう 50% のこう雰囲気っていうのが出てきますから、鉢移りが悪いと盆栽っていうのは非常に品がよく見えなくなるんですよね。だからやはり鉢移りというのが大事ですよね。やはりここまでできてきたらそれなりの鉢に入れてあげるというのが一つの考えかなと思いますがね。そうしていけなければいけない木になってきたんじゃないですかね。これやっぱり深さ的にはもう一度深くした方がよろしいですか？そうですね。でもね、あんまり深くすると木のスタイルからするとね、バランス悪くなるんですよ。この深さはいいと思うんですよ。この深さで。ただ形状をこの6花分から正方にするとか丸にするとか、いろいろあるんですが、ただその丸にしても正方にしても今度は鉢移りで鉢の形状でガラッと木の雰囲気変わりますから、その鉢選びが今度難しくなるんですよ。今の鉢移りは悪くないんですけどね。だからこれから変える時にまた鉢量を相当吟味しながらいこうかなとは思ってますがね。でもそんなことを考えながら楽しめるそういう木に変わってくれたってことじゃないですかね。なんか今にでも展示会に出せそうなんですけども、なんか雰囲気的にはそんな感じしますよね。ちょっと実物をこう見てると、映像の中だとまた、現実ここで見てるとちょっと変わってね、見せられると思うんですけども、
非常にまあ私映しててすごく変わってしまったんで。そうですね。まあ去年の秋あたりから本当に雰囲気が変わってきましたからね。なんかみるみるうちに変わってきましたね。そうですね。木が充実したということじゃないですかね。やはり盆栽というものはね、ある一定の時期が来ると自分で木を作ってくれますよね。針金かけて形を良くしたという意味じゃなくて、木が自然に動いて、その自分の持ち味を出してくる。これがやはり一番こう見てて見どころかなと思いますね。やはり針金かけて当初の頃はね、形を作ったに過ぎないんですよ。でも今はその形を残しながら自然に木が動いてくれて、本当にこの自然味を感じさせてくれてる。だから今一番見どころなのかなと思いますね、この木のね。まあ来年あたり行くと確かにもう少しはぐみができて重くなるのかなという想像は今でもしてますけどね。心拍のその今の言葉なんですけども、まあちょっとはぐみという言葉がありました。これだけ説明してなんか最初に戻るような感じなんですが、そのはぐみというその中身についてちょっと一言、はぐみっていうのは一言で言うと、まあ難しいんですよ。まあ言葉ではぐみはぐみごめんなさいね。要するに葉の量のことも指してるんですよね。やはり葉の量が増えたことによってはぐみがいいねとか言うんですよね。そういうことなんですよね。それでこの木はね、面白いことに普通6月から7月にかけて戸屋というその要するにフルッパを黄色くして落とす時期があるんですがね、まだ起きないんですよ、一度も。起きないんですか。どういうんですかね。そういう章なのか、これから起きてくるのか、でも起きてくる証拠は見えてないですね、全然ね。ということはこのままですね。で、今年行くんじゃないですか。まあ来年のことは分かりませんがね。だからもうここ1年以上見てますけど、はぐみは変わってませんから、やはり戸屋にかかってないですよね。極端な木になりますと、戸屋にかかると枝枯れを起こしたりとか、スカスカしてしまうんですよね。そういうことがこの木にはないですね、見てますとね。なんかいつも西川さんとお話ししていると、左右に伸びるその枝の部分、どうしても太いものは使えないよと、細いものはその味が出るんだよとよくおっしゃってるんですけども、なんかこの木見てるとそれがなんか言われてるような気がして見てるんですけど。そうですね。まあ差し枝の太さはね、この上にあって妥当なのかなと。差し枝の大きさ、長さからしたらこの長型と。でも他の枝がね、何に細い枝がうまくこう配置されていますよね。やはりもしこの枝が太かったなと思ったらちょっとね、見栄えが変わってしまうんじゃないですか。やはり枝が細いということはやはり盆栽のやはり見る上で非常に必要なのかなという思いはしますよね。で太ってしまったら細くできませんから。そうですね。なんかこういう木が、飽きない木なんでしょうね、やっぱりね。そうですね。そんな思いしますけども。そうですね。で非常にこの枝のね位置というものはいろんな理想理屈から考えたらおかしなとこから出てるなという部分があると思うんですでもそれがおかしいっつってその枝を取ってしまったら木のバランスは取れませんから。だからその枝をどう使いこなすかというのが木作りなんですよ。理屈で木を作るよりも、その木の持ち味を引き出すというのが盆栽の木作りじゃないのかなというような気がしますよね。だからやはり枝もちょっと上げて、作ってみたり下げて作ってみたりいろんなことを工夫しながら全体のバランスを見てるわけですよね。まあね、よく枝はまっすぐに左右に開きましょうって、まあいろんなねこと言われますけども、そんなことしてしまったら見れませんからね。そういう理屈じゃないんですよね。でもその部分をね、理解するまでに非常に難しいところあるんですよね。私なんかもその辺はね、やはりいろんなことに自分のこだわりがあって。いやー、そのね、うまく作って見るといいなと思いながら、やはり自分の思いの中ではいいなっていうのは、心で思ってても実際に木をいじるとできない。これがやはり自分で変える時がいつの時かあったんですよね。それやはりいろんな木を見て本当に素直にいいもんだなって受け入れることができた時なんですよ。やはり良さを認めた時にそれが分かってるんです。
やはり何か自分にこだわり合う時はね、いろんな言葉は言ってるんですけどね、理解できてないですよ。理想と違うとか、おかしいじゃないか、この行動と気持ちがあったらまずできないんですよね。だからそこを乗り越えるってことじゃないです。じゃあ理屈を知らなくていいのかって言ったら、理屈を知ってていいんですよ。全てが理屈に当てはまらなければダメだということじゃないということなんです。それが分かるといろんな気づきが面白いものができたりとか変化を出すことができるんじゃないですかね。やっぱり西川さんの場合はいろんな木、今までに、数多くの木を見てしたから言えることで、見てない人にそれ言ってもなかなか、理屈を、ね、語れないんで、まあお客さんとねお話ししますとね、40年もやってきたのにね、あなたに言われたからって急にそんな気持ちになれないよってよく言われるんですがね、でもそこをなんとか変えることで楽しみ方っていうのは変わってくるんじゃないんですかってね、こう話をするんですが、なかなか難しいみたいですよ。やっぱり経験はすごいですね、やっぱりね。素晴らしいですね。また、来年、ね、1年、経って、またご紹介できたらと、また変わってる姿をお見せできると思いますので。そうですね。またその時が来たら、ぜひ皆さんに見ていただきたいと思います。すみませんでした。ありがとうございます。どうもありがとうございました。失礼しました。失礼します。どうも。